コンケイクです。今回のテーマは、恋をしない、今恋を必要としていないあなたの人間関係です。なぜ、あえて恋をしないと表記したかというと、アロマンティック、つまり他者に恋愛感情を感じないセクシュアリティの人がいないことにされやすいからです。恋愛は人間誰しもがするわけではないと認知していただくきっかけにもなればという気持ちもございます。もちろん普段の恋愛にも関わらない占いもアロマンティックの方に楽しんでいただけるように投稿しています。ですが、いなかったことにされやすいセクシュアリティの人がいるんだということを当事者や他の方にもわかりやすく記載する占いも定期的に投稿してまいります。こちらは今恋愛を必要としていない方も見てもらえるようになっておりますので、アロマンティック以外の方もどうぞご覧くださいね。それでは3枚のカードをご用意しております。インスピレーションでお好きなカード A、B、C の中からお選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は概要欄にチャプターをご用意してありますので、そちらからご確認ください。選び終わりましたでしょうか？今回はフォース州というスプレッドで占ってまいります。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の人間関係ですが、過去や現在ではお辛い面があったのかなと思うんですけれども、今後はですね、あなた自身にプラスになるような人間関係っていうのが築くことができます。では1枚ずつお話しさせていただきます。まずですね、過去。こちらがカップの6の逆位置になります。はい。そうですね。あなたは人間関係で辛いことがあったのかなっていうのが感じられるんですけれども、いかがですかね。その辛い気持ち、過去の記憶がですね、あなたの中で引きずるような感じになってまして、それがもう今も続いてるような感じですね。あなたがとても辛いっていう気持ちが先に来てしまって、それがトラウマのような感じになっていて、そこで人間関係の方がですね、なかなかうまくいかないなっていう風になっているのかもしれないですね。はい。ではですね、現在になるんですけれども、こちらがカップのナイトの逆位置ですね。そうですね。過去の辛い出来事っていうのが尾を引いてるっていうのもありましてですね、なかなか周りにですね、心を許せない関係っていうのになってしまっている。はい。そうですね。ただ、あなた自身がお辛い気持ち、精神的な助けを求める時でもあるんですけれども、それをですね、今誰にも言えない状況。そうですよね。心を許せない関係っていうのになっているので、誰に話していいのかわからない。誰を頼っていいのかわからないっていう風にですね、身動きができない状況ですね。いろんな人たちが周りにいらっしゃるとは思うんですけれども、誰があなたにとってですね、良い方なのかっていうのがですね、なかなか見極めるのが難しいんだと思いますね。そうですよね。なかなか過去の気持ちっていうのがですね、晴れればいいんですけれども、今はまだ傷を抱えてらっしゃる状態なので、どうしようもないのかなと思いますね。はい。そこからですね、未来がどうなるかと言いますと、ワンドの2の正位置ですね。はい。未来においてはですね、あなたに自信が芽生える。はい。そういう風になっておりますね。そうすることでなのか、逆なのかもしれないんですけれども、人生にプラスになりそうな良い出会いがあります。はい。ここに来てですね、あなたがやっと心を許せる方が出てくるようですね。はい。安心いたしました。きっとですね、お辛い時期っていうのがあったと思うんですけれども、今からはですね、
より良い関係を築いていける、はい、そういう風に出ておりますね。では次が周囲ですね。はい。これはですね、ソードの9の正位置ですね。あなた自身がですね、心を許せないと思ってはいらっしゃるんですけれども、周囲の方っていうのがですね、あなたが精神的に辛そうな思いを抱えていらっしゃる。はい。そういうところがですね、心配されてみるみたいですね。うん。あなたのことをよく見てらっしゃる方がいらっしゃるみたいです。はい。そしてですね、あの時ああやって声をかけてあげればよかったなっていう風にですね、周囲の方も悩んでらっしゃる状況ですね。あなたのことを気にかけてはいるけれども、どうやって声をかけていいのかわからないっていうところがございましてですね。すごく心根の優しい方が周りにいらっしゃるかもしれないですね。もしかしたらですね、それが未来で人生にプラスになる良い方っていうことなのかもしれないです。はい。そうですね。もしかしたらですね、あなたに優しく声をかけてくださる方がですね、今後現れるかもしれないですね。はい。この周囲の方っていうのが今は心配してらっしゃって、どうしようかなっていうふうに思い悩んでらっしゃるようなので、いずれは優しく声をかけてくださると思いますね。はい。では次がですね、障害になりますね。はい。太陽の正位置。はい。こちらがですね、正直で純真、そして正義感のある眩しい性格である。これが障害になるのかっていうのがですね、とてもあなた自身が好ましい性格ではあるのは間違いないんですね。ただですね、正直だったり、純真だったりですね、正義感のある眩しい性格、そういった性格っていうのがですね、時にはですね、人とぶつかりやすい、あなた自身が正直に言葉を選び取ってしまう。はい。そして正義感があるっていうことなので、ストレートに意見をぶつけてしまうっていう部分があるんだと思うんですね。そういうところで人とぶつかりやすいっていう面がある。あとはですね、そういう純真さとかそういうところで、そうですね、あなたを利用してやろうだとかですね、そういった悪どいことを考える人にも近づかれやすいっていう面がありますね。こういったところがちょっと過去にもつながってきてるのかもしれないんですけれども、そうですね、あなた自身のその性格自体が悪いわけではないですけれども、そういったところで悪巧みっていうんですかね。はい。トラブルだったり、そういったことに巻き込まれやすいっていう部分があるのかもしれないですね。はい。ではですね、最終結果になるんですけれども、こちらがカップの10の正位置になりますね。はい。和気あいあいとした関係、平穏な日々を送ることができますね。はい。未来で出会った人生にプラスになるより良い方、はい、より良い出会いのある方、その方とですね、今後も長く平和な関係を築けるのではないでしょうか。はい。そうですね。あなたととても相性がいいようですね。その方とでしたらですね、きっとうまく付き合っていけるんだと思いますね。はい。今後ですね、あなた自身がこの虹をアーチがですね、くぐるようにですね、素敵な人と、はい、人間関係を築いていける。優しい気持ちになれるような人間関係を築いていける。はい、そういう予感がいたしますね。ではですね、助言なんですけれども、こちらはソードのキングの逆位置ですね。はい。発言がストレートになりすぎないようにっていうことですね。あなたの正義感はとても素晴らしいことです。はい。ただですね、それが時にですね、相手に思った以上に深手を負わせてしまう。こちらのキングが持ってらっしゃるソードはかなり力が強いっていうことなんですよね。だからあなたがちょっとしたことでこれは良くないっていう風に言ったこと、そういったことがですね、実はかなり大きな力を持って相手を指しているっていう状況になることもあるんですね。なのでですね、
必ずしもあなたの言葉を変える必要はないんですけれども、ただですね、時にはですね、オブラートに包むような優しい言い方でですね、伝える必要もあるっていうことだと思います。はい。そうですね。あなたが誰かとのトラブルを起こしてですね、結局周りの人があの人って怖いなっていう風に近づかないっていう風になるのも、それは悲しいことですよね。なのでですね、言葉を選ぶっていう必要はあるんだと思いますね。あなたのその性格はとても素敵なことです。ただ、そこの言葉ですね。はい。時には相手を傷つけることもあるんだっていうことをですね、意識していただくといいと思いますね。はい。そうですね。全体的なものを見ておりますとですね、過去現在がカップの方がですね、逆位置を向いておりました。要するに下を向いていて落ち込んでるような感じになってはいたんですけれども、最終的にはですね、カップが上を向いて、そしてたくさんカップが出てくる。はい。あなた自身に、いろいろお辛い面があったとは思うんですけれども、今後はですね、それがどんどんとですね、充実したものになります。そして、優しい思いを抱えてですね、過ごすことができる。安定した気持ちでですね、お相手の方、周囲の方ですね。はい、仲良くやっていけると思いますね。そしてですね、今回、障害のところに大アルカナの太陽が出てきたっていうことなので、そうですね、とてもあなた自身の、その、明るい性格だとか、要するに眩しい性格ですね。はい。そういったところがですね、あなたの良いところでもあり、悪いところにもなるっていうことをですね、自覚していただくと、そこがもっとですね、人間関係がスムーズに進んでいくのではないかなと思いますね。はい。どちらにせよですね、今後はですね、あなたの人間関係っていうのはですね、うまくやっていけるっていう風には出ておりますので、はい。今後ですね、楽しみに過ごしていただければと思います。よろしければこちら参考にされてください。それでは A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方の人間関係ですが、そうですね、今後ですね、あなた自身が独占欲を持ってしまってですね、その中でいろいろと人間関係に対して不安に思ったりっていう部分があるのかもしれないですね。はい。そちらですね、1枚ずつお話しさせていただきますね。では、まずこちら過去ですね。これがカップのナイトの正位置になりますね。はい。そうですね。過去のあなたというのはですね、人に慕われやすい方ですね。はい。そしてですね、互いを思いやれるような優しい対等な関係を築けていた。はい。そういったところがあるみたいですね。あなた自身がとても人に慕われているのでですね。きっとより良い関係を築けていたのではないかなと感じますね。はい。では次が現在ですね。こちらがソードのキングの正位置になりますね。はい。あなたは現在はですね、良き相談者の方に出会ってらっしゃるみたいですね。もしかしたら、思い当たらないなっていう場合もあるかもしれないんですけれども、その場合はですね、そばにいらっしゃるけれども、まだあなた自身が気づいていないだけっていう可能性もございますね。はい。あなたにとって、困ったなっていう時に助けてくださる方っていうのがいらっしゃるはずなので、もしよろしければ探してみてくださいね。はい。そしてですね、地道に人間関係を築いていきますので、そうですね、過去と続いてですね、とても良い関係性を築けている方がいらっしゃるのではないかなと思いますね。はい。そして次が未来ですね。はい。ペンタクルのナイトの逆位置ですね。こちらはですね、現状維持の関係という風になりますね。現在のその人間関係を築いてきた、そういったところから、そのままの現状維持ですね。イメージするとしたらですね、友達のお家でですね、二人で何にもせずに、
ダラダラゴロゴロというような関係ですかね。まあそれがいいかどうかっていうのはそれぞれの印象次第だとは思うんですけれども、私は結構そういう関係は好きですね。はい。そういったですね、まあ今後進展するわけではないけれども、まあずっとそのダラダラとしたような関係が未来では続いていってるっていう感じですね。はい。そしてですね、次が周囲。はい。これはワンドのページの逆位置になるんですけれども、ちょっとこのあたり気をつけていただきたいなっていうのが、噂話が好きな人がそばにいらっしゃるかもしれないですね。その方っていうのが結構秘密をばらす、噂話が好きで何でもかんでも話してしまうタイプの人っていうのが近くにいらっしゃるかもしれないので、その方っていうのはですね、あなたの秘密もですね、ばらしてしまうっていうことがあるので、できればそういう方にはですね、何でもかんでも話すのではなくて、ある程度ですね、距離を置いて会話をするっていう必要もありますね。そうですね、あなた自身が人に慕われてるっていう面がありましたので、おそらくいろんな人が近づいていたっていうのがあると思うのでですね、そういったちょっとですね、噂話が大好きな、ベラベラ喋ってしまうようなタイプの人も中にはいらっしゃるかもしれないですね。そこはちょっと気をつけて見ておいた方が良さそうですね。はい。では次が障害ですね。こちらがですね、力の逆位置になりますね。力が足りないっていうことになりますので、人間関係でですね、何かあってもですね、向こうに言い分があってこっちに言い分があってもですね、もういいやっていう風に諦めてしまって、相手の意見を全部飲み込んでしまうっていうことになりかねないっていうのがちょっとあなた自身ですね、不安なところかもしれないですね。そうですね。ある程度ですね、相手の意見を聞くっていうことも大事なんですけれども、あなたの意見を伝えるっていうことも大事なのでですね、最初から諦めるのではなくてですね、しっかり話し合って、そこからまた関係性を築いていくっていうことも必要だと思いますね。そのあたりがちょっと人間関係において邪魔にならないかっていう部分があるので、そうですね。何事も諦めてしまうっていうのは良くないっていうことなのかもしれないですね。はい。そしてですね、最終的にどうなるのかっていうのがですね、最終結果。ペンタクルの4の逆位置ですね。はい。人間関係の安定にとらわれてしまってですね、独占欲を持ってしまうっていうことになる。はい。そういう不安があるっていうことですね。そうですね。現状維持の未来、そこから進んでいくと、今度はですね、その人間関係を手放したくなさすぎて、例えばですね、そのお友達とかがですね、他の人と仲良くしてたりとかですね、そういうところを見てしまうと、つい嫉妬心を持ってしまうだとか、そういうので、もう、この人は私の友達だからっていう感じでですね、対抗してしまうというか、独占欲をむき出しにしてしまう。そういったところがですね、ちょっと最終的に出やすいっていうところがありますね。今こちらのですね、カードさんの方でも、ペンタクル、コインですね。もうすべてを手放すまいとですね、手も使い、足も使い、また頭も使いっていう風になってますよね。そういう感じでですね、あなたがですね、人間関係において、すべて自分のものだからっていう風になってしまうと、そこがですね、ちょっとトラブルになってしまうっていう可能性もないとは言えないですね。はい。そうですね。それではどうすればいいのかっていうのが上限になるんですけれども、ソードのエースの逆位置ですね。そうですね。強引さには気をつけましょうっていう風に出ておりますね。そうですね。あなたが仲良くしてる人、一緒によくいる人たちっていうのが取られてしまうんじゃないかっていう不安に駆られることっていうのは、人間関係いろいろとあればですね、そういう思いを抱えることもあります。はい。ただですね、それを強引さを持ってですね、自分の
友人だからだとかですね、自分の大事な人間関係としてのその人だからっていう風にですね、全てをですね、自分のものにしてしまう、奪い取ってしまおうとするのではですね、結局健全な人間関係っていうのは築けないんですね。そうなってしまわないように、そうですね、ある意味依存先を増やすっていうことが大事なのかもしれないですね。人間関係だけじゃなくてですね、例えばですね、自分の習い事を増やしてみるだとかですね、あとは趣味をどんどん増やしてみるとかですね、とにかく自分が依存できるものを増やしていくっていうのは必要だと思いますね。人間誰しもですね、大なり小なり依存するものがあるっていうのはあるんですけれども、例えばそれが人間関係だけにこだわってしまうとですね、どうしてもその人たちを手放したくなさすぎて、どんどんとですね、その人たちを縛ってしまうっていう風になってしまうので、できればですね、いろんなことにチャレンジしていって、自分の依存先を増やしていくことで、その依存心っていうのを減らしていく、独占欲を減らしていくっていうことが必要だと思いますね。お時間が限られた中でっていうことはあるかもしれないんですけれども、できればですね、そういう感じでですね、いろいろやっていくこと、その中でまた人間関係新たにできていくかもしれないですし、もともとあなたが慕われやすいタイプっていうのもありますのでですね、その点で言えば、きっとですね、また新たに良い関係を築ける人たちがどんどん増えていくと思いますので、そういったところでですね、関係性っていうのを、正常なものにする。そういう風にしていくのは大事かもしれないですね。そうですね。独占欲が次第に支配欲になってしまって、そこが人間関係としてですね、アンバランスなものになってしまうっていうのが良くないので、そうですね。先ほどのような感じで考えていただくと、そうですね。そして行動していただくといいかもしれないです。はい。そうですね。全体的なものを見ますと、逆位置が多いので、もしかしたらかなりご不安に思われたかもしれないんですけれども、逆位置になったからといってですね、不安に思わなくていいんです。あなた自身が未来を切り開く力っていうのは強いのでですね。で、今回カードがカップもソードもペンタクルもワンドも全て揃ってる状況。なので、あなたには全てがあるんですね。それが今ちょっと力が弱まっていて、逆位置になっているだけなので、本来であればこれが全部正位置になって、あなた自身の力になってくれるはずなんですね。だからですね、今後、この話を聞いてですね、あなた自身が変えようと思えばですね、いくらでも未来は変えられますし、あなた自身の人間関係っていうのは、私がお話しした以上にもっともっとより良いものになる、そういうこともあります。はい。なのでですね、ここで、悲しいなって思わなくて大丈夫です。はい。あなた自身が未来を切り開いていくぞと思ってですね、進んでいっていただければと思います。はい。それではこちらよろしければ参考にされてください。B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方の人間関係はですね、良いことも悪いこともいろいろ起こるような感じですね。はい。ただですね、ちゃんと助言などもお話しさせていただきますので、必要以上にご不安にならなくて大丈夫です。はい。ではですね、1枚ずつお話の方させていただきますね。はい。ではまず、過去ですね。こちらがペンタクルのエースの正位置になります。はい。過去はですね、あなたにとってプラスになる良い出会いがあったようですね。はい。そしてその中で、あなたに対して信頼を勝ち取る。はい。信頼を得たことで、より良い関係を築けてきたっていうところがあるみたいですね。そうですね。過去においては、とてもバランスのいい人間関係を築けたような感じです。はい。では次が現在ですね。はい。カップのページの逆位置ですね。はい。現在はですね、ちょっと人に対してですね、甘えすぎてないかなっていうところがありますね。はい。
依存心みたいなものもあるんでしょうかね。人への甘えっていうことでですね、よく考えたらですね、自分の方ばかり相手に甘えてないかなっていうふうにですね、ちょっと思い直してみるといいかもしれないですね。ちょっとですね、相手に対して負担が大きすぎると、お相手の方っていうのが爆発してしまう可能性もありますので、そのあたりですね、大丈夫かなっていうふうに気をつけてみていただくといいと思いますね。はい。ではですね、次が未来ですね。こちらが審判の逆位置になります。はい。徐々に疎遠になる方がいらっしゃるようですね。はい。ただそれがですね、悲しい別れなのかもしれません。ただその別れに縛られないことが大事です。はい。あなたにとってはどうしても避けようのない別れということでですね、ある程度距離を置く。客観的に見るっていうことも大事だと思いますね。はい。このカードのようにですね、暗い場所から明るい場所へ向かうための大事な別れだったという風なんですね。割り切り方っていうのも必要なのかもしれないですね。そうですね。ただゆっくりゆっくり疎遠になるっていうような感じなので、あなた自身が、この人のこういうところが嫌だなっていう風にですね、向こうの方もそうなのかもしれない。何か良くないなって思うところがあって別れるっていう可能性もございますので、結局どちらにしてもですね、その別れっていうのはあなたにとってマイナスなわけではないです。はい。しょうがないこと、必要なことだったという感じですね。はい。ではですね、次が周囲。吊るされ人の逆位置ですね。あなたの周りに自分のことしか考えていない人がいますね。ちょっと自分勝手な方。もしかしたら未来でその方との疎遠になるっていうことなのかもしれないんですけれども、そうですね。ちょっとその方っていうのが、あなたに対して、気遣いがないと言いますか、ひどい人っていうのがいらっしゃるみたいですね。その方には要注意っていうところがございますね。様々な人間関係ございますけれども、結局自分のことしか考えていない方っていうのは、あなたにとっては何の得にもなりませんからね。ある程度やはり人間関係ですね。損得抜きにという話はありますけれども、ただですね、あなたばかりが相手に与えるっていうことになってしまうと、あなたも疲れてしまうので、今その現在があなたが人に対して甘えてるんじゃないかなっていうところがあったと思うんですけれども、逆にですね、向こうの人がですね、あなたに対して甘えすぎてる、依存しすぎて、いろんなことあれもこれもっていう風にさせてしまうっていうところがあったらいけないので、そのあたりはですね、厳しく距離を置くっていうことも必要だと思いますね。そういう方がいらっしゃった場合はですね。はい。障害ですね。はい。ペンタクルのクイーンの聖地になりますね。そうですね。あなたのその人間関係の中でですね、周囲のひがみっていうのがですね、あるかもしれない。そういうところがあなたのより良い人間関係を邪魔することになるかもしれないですね。ちょっと自分勝手な人が多いのかもしれないですね。あなたの周りにですね。そういう方はやはりどんどん遠ざけていくべきだとは思うんですけれども、それであなたに対してひがみを持ってですね、で、そういうひがみを持った人っていうのが、ただただその気持ちを持っているだけならいいんですけれども、例えば行動に移してですね、あなたのことを何やら傷つけようだとかですね、あなたの人間関係をめちゃくちゃにしてやろうだとかですね、そういう風になってしまってはいけないのでですね、そこはですね、しっかり避けていかないといけないなと思いますね。ある程度ですね、そういう方っていうのが、馬脚を表す。はい。悪いところを見せてきたらですね、しっかりあなたの信頼できる方っていうのにですね、お話しして相談してですね、そのあたり、人間関係の清算っていうのも必要だと思いますね。
はい。ですね。やはり未来の審判が出てきたということは、あなたにとって良くない人たちがたくさんいらっしゃる。その状況を変えていかないといけないっていうところがあるんでしょうね。はい。ではですね、最終結果になりますね。はい。最終結果がペンタクルの3の逆位置ですね。はい。そうですね。会話の行き違いが生じる可能性があるっていうことですね。そしてその行き違いによって自分の不甲斐なさを実感してしまうっていうところがあるのでですね。ただそうですね、会話の行き違いが生じるって言ってもですね、あなたの周りにいろいろと悲願できたり、自分のことしか考えていない人がいたりですね、そういった方たちもいらっしゃるっていうのもあるので、そういうところがちょっといろいろと混乱させていくのかなっていうのもありますね。例えば、あなたが本当に仲良くしたい人、信頼している人に対して、あなたの悪評だとかですね、そういったことを吹き込む人たちもいるかもしれないんですよね。そういったところで会話の行き違いが生じる可能性もある。なので、ご自分の不甲斐なさを感じるっていうことがあるかもしれないんですけれども、あなた自身が悪いっていうふうに思わなくても大丈夫だと思いますね。行き違いが生じるっていうことなので、しっかり時間をとってその方と話すっていう必要があるとは思うんですけれども、そうですね。で、あとはあなたの邪魔をする人たち、そういう人たちと、しっかりですね、決別していく、審判を下していくっていうことは必要だと思いますね。そういったことであなたと本当に仲良くしたい人っていうのの距離も近づいていく。はい。そういう風になっていくかなと思いますね。はい。では、助言ですね。はい。こちらが星の逆位置ですね。そうですね。自分を信じましょう。そうですね。自分を信じることは大事です。あなたの場合、周りの人たちが結構、本当にあまりよろしくない人たちが近づいてきてるっていうのもあるのでですね、もっとですね、自分が悪いんじゃないかっていうふうに思わずに、自分自身を信じていくことっていうのも大事だと思いますね。ですね。ある程度自分のことを信じて、そして自分がですね、この人となら仲良くなれるっていう人、そういう人たちとしっかり関係を構築していくっていうことが必要なんだと思いますね。そういった勘みたいなものっていうのはいいと思います。はい。そういうものを信じるっていうのも必要だと思いますね。あとはですね、あなた自身が人間関係の理想を高くしすぎないようにしていくのもいいかもしれないですね。人間関係ってですね、どうしてもこじれたり、いろいろ喧嘩、トラブルある可能性があります。もう完璧な人間関係っていうのはなかなかないです。なので、そういったところはそんなにですね、あなたの人間関係が悪いものではないっていう風にですね、考えていただく。そういうことは必要だと思いますね。そうですね。あなたの場合ですね、全体的な感じを見ますと、未来、周囲の方、助言が大アルカナ、このあたりがかなり大きな意味を持つっていうことになるのでですね、そうなってくるとですね、やはりあなたにとって悪い人たちとの関係を断ち切る、そこが一番大事なんだと思いますね。特に自分のことしか考えてない人、そうですね。あなたのことを何も気にしない、自分のことが自分がっていう人をですね、しっかり切り離していって、さよならっていう風にですね、だんだんと疎遠になっていく、距離を置いていく、そういう風にしていくことが必要なんだと思いますね。そうですね。あなた自身がですね、本来であれば信頼を得られるような魅力のある方なのでですね、そこを阻害する人たちと離れていけば、だんだんと健全な人間関係っていうのはまたですね、作っていけると思いますので、はい、よろしければですね、こちらの方を参考にされてください。
それでは C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。